こんにちは、もつにです。私は日本一周や年間60泊の車中泊をしてきました。いろいろ試してきてたどり着いた結論の一つ、車中泊は手間をかけず手軽にすることです。最近ホテルも高いですよね。節約やイベントの前乗りで車中泊を始めたい。でもガチの DIY は難しい、一度っきりかもしれない。そんな人にこそ今日の内容はちょうどいいと思います。今日は DIY なし、プロボックスを10分で動く寝室にします。あとしんどい移動を支える愛用アイテムも紹介します。どの車でも使える技なのでぜひ試してみてください。それでは設営開始です。まずシートを倒す前の荷室から。私がこの車を選んだ最大の理由はこの潔いほどの広い荷室です。奥行き104センチ、幅最大142センチ。しかしここからが本番。こちらの後部座席は使わないので倒します。なんと一気に奥行き181センチになりました。最初からフルフラットです。 DIY 一切なしでほぼ部屋になりました。大人1人なら大の字でも余裕です。2人でもちゃんと寝られます。背の高い人だと窮屈そうという声も聞こえてきそうです。そんな時は前の席をスライドさせれば隙間ができます。その隙間にバッグやクッションを敷き詰めて、その上に枕を乗せればさらに寝床の拡張ができます。これで背の高い人でも窮屈感なく足を伸ばせます。ちなみに高さは93センチで、椅子は厳しいので私はお座敷スタイルです。次に寝床の作り方です。床はもう笑っちゃうくらいにカチカチの鉄板です。このまま寝るのはもはや修行です。まずこのカチカチ床にキャンプマットを敷き詰めます。家の敷布団でも OK です。これでカチカチ床はかなり軽減されます。さらにマットレスを重ねます。こちらも家の敷布団で OK です。これで地獄の鉄板がほぼ天国状態です。仕上げに毛布です。私はキャンプの寝袋を使っていますが、もちろん家の掛け布団でも OK です。新しいものを買うこともなく、家にあるものだけで寝床は作れます。次に目隠しの作り方です。私はサンシェードを使っています。理由はカーテンより安いから。これで手作りで2000円台なんです。作り方は新聞紙を窓枠でなぞってサンシェードを切り抜くだけ。ただの工作なので DIY はノーカウントです。全部の窓に貼り終わるまでに2分ほどかかりますが、おしゃれより2000円で安さを選びました。ホームセンターに行けば揃うので明日にでも始められるそうですね。次に収納の作り方です。車中泊といえば壁一面に木の棚を作る DIY を想像します。でも私はコンテナボックスを置いているだけ。最近は天板付きでテーブルになるタイプもあるので、収納とテーブルを兼用できる狭い車内にぴったりです。横からも取り出せるし固定しないからレイアウトも自由です。あとは折りたたみ収納も使っています。使わないときはコンパクトになるのでサブにはちょうどいいです。ちなみに座席の下は靴
水置き場にしています。サンダルがあるといちいち履き替えなくて済みます。これが地味に快適です。また前の席は完全に物置にしています。広い荷室のおかげで意外に困りません。次に忘れがちで欠かせないものが明かりです。私は100均のテープライトを天井に這わせています。USB 給電なのでモバイルバッテリーで簡単につけられます。これだけで運転席から荷室すべてが明るくなってまるで部屋のよう。でもつけっぱなしは夏は危険な未来が見えています。そこでマジックテープの出番です。裏面に貼ることで熱い時期は剥がして避難。簡単に取り付けできるのが楽ですよ。寝床、窓、収納、そして明かり。これだけで昨日までの日常を捨てていつでも旅に出られます。意識高い DIY 動画を見て挫折する前に、とりあえず簡単に適当に始めればいいんです。でも車中泊は住むだけでなく走るのもセット。ボロボロな体で旅をしてもそれはただの修行です。プロボックスの純正シートは少し固めでヘッドレストも一体型なんです。ぶっちゃけフィット感はこの車にはありません。そこで最近運転席を快適なコックピット作戦を決行しました。今回はオートバックスのプライベートブランド AQ のみで作ってみました。まずは低反発のサポートクッションを首、腰、座面の3点で追加しました。特にヘッドレストの首の隙間が首の負担になっていました。装着は秒です。これをつけた瞬間、座り心地が一気に変わりました。背中と首が点じゃなく面で支えられている感覚。包み込まれるようなホールド感がたまりません。この前宮崎まで4時間運転しましたが、今まで痛くなっていたお尻が今回は平気でした。地味ですがここまで変わるとは思わず革命的でした。あとは配線でごちゃついたコックピットを整えました。まず 65W 対応の USB ソケット。パソコンも爆速で充電できます。旅って充電の減りが早いんですよね。これは本当に助かります。そこに二股ケーブルを接続します。1ポートで2台同時充電できます。メッシュタイプなので断線しにくく、配線がごちゃつかないのもお気に入りです。最後にマグネット式のワイヤレス充電ホルダーです。回転も自由自在。15W 対応なのでナビ使用中でもしっかり充電されます。近づけるだけでカチッと固定されていちいち刺さなくていいんです。便利だしかっこいいですよね。この快適さが心の余裕にもつながります。概要欄にリンクを載せておくので気になった方は覗いてみてください。さてここまで紹介してきましたが、寝床、目隠し、収納、ライト、この4つがあれば手軽に車中泊は始められます。 DIY をしない良さは簡単に誰でも始められることです。単発で終わるかもしれない趣味に高価な改造をしなくても身近なアイテムをプラスするだけでどんな車でも最高の相棒になります。大掛かりな DIY がなくてもちゃんと旅は快適になりますよ。
皆様も自分なりの手軽な車中泊を楽しんでみてください。普段は車中泊の動画を投稿しています。気が向いたら他の動画も見てみてください。それでは次の旅で。ご視聴ありがとうございました。もつりでした。